やっほー、熊吉だよ。なんかさ、毎年だけどさ、夏、すごい暑かったよね。暑いな、暑いなって思って、暑すぎてさ、どうすればいいんだろうって思って、この服作った。じゃーん、じゃーん。これね、何かっていうとね、稲川淳二に憧れて作った。怖い話する感じ、怖い話今にもしだしそうな感じになって、精神的に涼しくなろう作戦なんだけどさ。でね、稲川淳二さ、なんか、熊吉結構好きで、前、淳二のライブ行ったのね。でもちろん怖い話をね、いっぱいしてくれて、で、後半さ、なんか、心霊写真のコーナーみたいなのがあったの。それで、いや、そんな楽しい感じじゃないけど、はい、続いては、心霊写真のコーナーです。みたいな感じではあるんだけど、稲川淳、すごいね、楽しそうにね、この写真毎年紹介してるんだけれども、この真ん中にね、男性のね、顔が、なんか水面にさ、あるでしょ。それがさ、こう横顔の顔があるんだけども、こう毎年なんか、見るたびに、なんかこうやって正面向いてきてるんだよね。なんかすごい、ね、すごいいいでしょ、みたいな感じですごいワクワクして紹介してきてくれて、熊吉的には悪いんだけど、怖いって思っちゃったんだけど、稲川淳二は、すっごい楽しそうに、言ってるわけ。稲川淳二自身は、ちっとも怖いって思ってないの。なんかそれがすごい、こう興味深いっていうか、稲川淳二楽しそうだなぁ、みたいな感じで、癒されるっていうかなんかわかんないけど、そういう感じでなんか、稲川淳二リスペクト衣装。じゃーん。熊吉も稲川淳二みたいに熊川吉次になって怖い話したいものだよな。熊川吉次です。どうも。熊川吉次ちょっと呼びづらいか。なんかあだ名欲しいな。怖い話するときの。あだ名と言ったらさ、あれ好きなんだよね。地獄先生ヌーベイ、ヌーベイってよくない？ヌエのメイスケなのに本名、ヌーベイって、ね、よくない？熊川吉次も、それやるか。呼びやすい名前、ヤンクミみたいな。山口久美子、略してヤンクミ。ヌエのメイスケ、略してヌーベイ。金八先生ってのもある。あれも呼びやすいよね。金八先生の本名は、金の金のパチスケわかん、まあ、いいか。クーチー、熊川吉次こと、クーチーです。どう？よくない？ってことで、熊吉も、クーチーも、怖い話披露するか。どうしよう、でもさ、熊吉もさ、怖い話したいのにさ、あの、熊吉、怖い話ないんだけどどうしよう。不思議な話的なレベルのやつだったらあるかも。熊吉的不思議な話。レッツゴー。なんかあれは8月の、日が暮れて夜、8時とか9時とかだったかな。スーパーマーケット屋さんで、ご飯買って、帰り道、歩いてたんだけど、それで、ブーンってバイクが、横通り過ぎててさ、そのバイクの人だと思ってこう見てたの。その時はなんかそんなに不思議に思わないっていうか、なんかちょっと、なんか今の人、でかくないぐらいに不思議に思った程度だったの。まあ、暑すぎてちょっと、思考停止してるというか、なんかぼやーっとして見てて、20メーターぐらい先に電柱があったわけ。その電柱が、高さの目安になるっていうか、とにかく電柱に貼ってる広告の上ぐらいまであったの。座高が、そのバイク乗りの。それなんか今そんぐらいあったよなって思ったら、でかすぎないって思ったっていう不思議な話なんだけど、電柱のその広告の貼ってる一般的な高さっていうのを調べたらさ、大体3メーターぐらいになるらしいの。その人間がさ、バイクにまたがった時の座高が3メーターあるっておかしいでしょ。でもなんかそんぐらいあったんだよね。あれ何だったんだろうっていう実際に見た不思議な体験って感じ。続いて、不思議レベル2。えっとね、
近所のね、公園っていうか広場みたいなとこで、イベントやってたのね。まあ、夏だとお祭り多いじゃない、そんな感じなんだけど、出店とかさ、なんか、小学生の子が参加できる、なんかアクティビティ的なものとかさ、そういうのあったからさ、楽しそうと思って。で、まあ、岸もそれ行ってさ、なんか、食べたりしたわけ。それでさ、お家帰って、でね、その日の夜だよ。どうしてもお腹減ったの。それで、ちょっとコンビニ行って、なんか買おうかなと思って、外出てさ、コンビニまでの道中でその道をお祭りやってた広場を通るわけよ。でね、12時過ぎてるのに、スタッフって、ゼッケン、赤いゼッケンを、した人が座ってんの、なんか一人で。そういうイベントのバイトとかで参加すると、なんて言うんだろう、短期スタッフっていうかさ、いつもさ、その勤務地が違いそうじゃない？それで、なんかよくわかんなくて、帰る時間もよくわかんなくて、なんかずっと座ってんのかなみたいな、そんな感じで思う感じで、パイプ椅子にね、男性がね、ぼーっとっていうか微動だにせずこんな感じ、なんか座ってる背中が見えて、ちょっと意味わかんなかった。本当に日付変わるか変わらないかみたいなぐらいの時間なのにさ、そんな時間にさ、あの、スタッフって、スタッフってみんな帰らないの？なんで一人だけ座ってんのっていうね、不思議な話。それでさ、なんかツイッターでさ、そのイベントについてとか、なんか写真載せてる人とかいたんだけど、それで映り込んでるスタッフさんがまさにその、あの、赤いスタッフっていうゼッケンつけてて、ああ、やっぱこのスタッフっていうやつつけるんだよなって思って、だからそういうなんかデザインの T シャツ着てたとかじゃなくて、本当にそのイベントの、本当にスタッフのやつなんだと思うんだけどさ、なんか意味がわからなくて、ずっと気になっているっていう話。最後は、怖さレベル3の話。なんか、何年か前に、夜の食べ放題とか、朝の食べ放題とか、なんか大きいお風呂ありますよ、みたいな感じのタイプの、宿泊すること自体が、楽しいんですよ、みたいなタイプのホテル、泊まった時の話なんだけど、なんかウキウキしすぎて、このホテルの中をさ、なんか探索したいなと思ったの。なんかちょっとしたゲームコーナーとかあるじゃない。プリクラ機があったり、なんか、UFO キャッチャーあったりとか、そういうとこ見たいなと思ってね、とっとことーって歩いてたの。で、エレベーター乗ってさ、ポチーって、地下のボタンをさ、ポチーって押してね、ピーンって、エレベーターがさ、バーって開くでしょ。そしたらさ、真っ暗なの。本能的に、間違ったって思って、閉じるをね、急いで、ポチーって押すでしょ。でもさ、その間ちょっと、すぐ閉まんないというか、そわそわ。そしたらさ、乗りますって聞こえてきたの。ちょっと待ってと思うけどさ、真っ暗闇の中から乗ります。怖くない？ちょっと開けるボタンを押せずに、って固まってて、扉は、プッて閉まっちゃったんだけど、なんだったの今の乗りますって聞こえたんだけど、と思って、って、エレベーターで上にさ、戻ってさ、お部屋のフロアに着いて、着くや否や、降りますって後ろから聞こえてきて、うわっと振り返りもせずこう飛び降りたという話で。これ怖くない？どう？怖かった？怖かった？怖かった？これ実は、間違ったフロアに降りて真っ暗だったってとこまでが本当で、その後は嘘なんだけどね。てへ。って感じ。安心して大丈夫だよー。ってことで、熊川吉次こと、空知の秋の怖い話参戦でした。じゃ、バイバイよー。